どうも、じゅんです。深見さん、最近ヴィンテージ T シャツの価格、本当にバグってますよね。90年代のバンド T とかアニメ T とか。本当だよね。信じられない高騰ぶり。でも、ナイキにもあるよ。ヴィンテージナイキの最高峰と呼ばれる T シャツ。それがこれなんだ。ヴィンテージナイキの最高峰って、嘘でしょ。これ、日本の浮世絵じゃないですか。ナイキの要素はどこですか？これこそが、通称、浮世絵 T シャツ。コレクターの間では、芸者 T なんて呼ばれたりもするんだけど、まさに下方レベルのスーパーレアピースなんだ。実はこれ、90年代後半から2000年代にかけては、古着市場で数万円で買えたんだけど、今やなんと、当時の10倍から20倍の価格で取引されることもあるんだ。10倍から20倍ですか？ただの和柄 T シャツにしか見えないのに。確かにね、初めて見る人にとっては、日本のお土産 T シャツでしかないかもね。でもこれ、アメリカで開催されたカスケードランオフっていうマラソン大会の T シャツなんだよ。袖を見てごらん。あ、ほんとだ。袖にカスケードランオフってロゴとスウッシュが入ってる。個性的なフォントを使ったロゴだよね。タイポグラフィーが絶妙にかっこいい。で、この T シャツ、フィニッシャー用とスタッフ用で分かれているんだ。あ、こっちのベージュのやつ、下にデカデカとオフィシャルって書いてありますよ。その通り、ベージュのオフィシャル入りが大会スタッフ用。そして、イエローの方が、レースを走り抜いたランナーだけが手にできたフィニッシャー用なんだ。でも深見さん、やっぱり納得いかないです。アメリカの、しかもオレゴン州とかの自然豊かな場所で開催されたマラソン大会で、なぜ江戸時代の日本の浮世絵がモチーフなんですか？そこが最大の謎であり、ロマンだよね。当時、ナイキは日本とのつながりが深かったからね。日本の伝統的なアートである浮世絵へのリスペクトや憧れが、この大胆なグラフィックに化けたんじゃないかと言われているんだ。さらに面白いのがここ。グラフィックの端をよく見ると、サインが描かれているんだよね。あ、ほんとだ。MCINTIRE、マクインタイヤですかね。そう読めるよね。その横には、1980というコピーライトの文字もある。つまり、1980年当時、このグラフィックを描いた人が確かにいたことがわかるよね。しかし、このマクインタイヤさんってどんな人物だったんだろうね。ナイキの社内デザイナーだったのか、あるいは外部のアーティストだったのか。この謎めいた部分もコレクター心をくすぐるんだよ。でもこのグラフィック、よく見るとツッコミどころ満載ですね。右側の端っこにランナーがいますよ。ユニークだよね。あと、手に何か持ってませんか？これ、なんだと思う？まさかのストップウォッチ。そう、マラソン大会だからタイムを測ってるっていう、ナイキの強烈なジョーク。遊び心はこれだけじゃない。着物の柄を見てごらん。うわ、ランナーがめちゃくちゃ走ってる。しかも、走っている人のシルエットまで、細かく描き込まれてるじゃないですか。さらに、この着物の右肩あたりにある丸いロゴマーク。これは大会の実際のロゴなんだけど、渦巻く波と、その上にそびえ立つ山がイメージされている。それでじゅんくん、この波みたいな渦巻き、なんだと思う？ただのかっこいいデザインですか？それともポートランドだから川とか海ですかね？いい線いってる。ちょっと調べてみたら、大会名のカスケードランオフのランオフには雪解け水が川に流れ落ちるって意味があるらしいんだ。だからこれ、カスケード山脈の雪解け水の激流を表しているんじゃないかな。なるほど。だから山と波がセットなんですね。あ、でもこれ、日本の浮世絵の波の描き方にもめちゃくちゃ似てませんか？そう、そこがナイキのセンス。日本の北斎みたいな浮世絵の波のタッチを彷彿させるよね。だからこそ、浮世絵のグラフィックに落とし込んだ時も、全く違和感なく、馴染んでるんだよね。そして、背景の赤字部分をよく見ると、ここにもうっすらと山が描かれているのがわかるかな。あ、これって、もしかして富士山ですか？公式には大会の舞台であるカスケード山脈かもしれないけれど、
この浮世絵の世界観からすると、どう見ても富士山をイメージして重ね合わせてるよね。日本の伝統的な美意識とランニングカルチャーがこの一枚のキャンバスに見事に融合しているんだ。もう、グラフィックだけでお腹いっぱいです。実はこの T シャツ、この個体以外にも、ヘビーの黒タグ、アンビルの黒タグ、ヘインズタグなど、様々なボディが使われたタグ違いが存在することで有名なんだ。自社のタグがつくボディがあるのに、なんでわざわざ他社のボディを使ってたんですか？他のマラソンイベントの T シャツを見るとわかるんだけど、結構他社ボディが多いんだ。この頃ナイキは各地の様々なマラソンイベントに協賛していたけど、ナイキ主導だったものもあれば、そうでないものもあったと思うんだ。もちろん T シャツは主催者が大会ごとに用意したけど、ボディのメーカーまでは指定してなかったんじゃないかな。そもそも販売用じゃないから、メーカーはどこでもよかった。だからいろいろなボディが存在したんじゃないかな。あくまで僕の推察だけどね。なるほど。なんか、そういった背景を考察するのも面白いですね。いや、最初はただの和柄 T シャツだと思ってましたけど、聞けば聞くほど、これが10倍、20倍の価格になる理由が分かってきました。グラフィックの遊び心、時代背景、そして解明されていない謎、これらが詰まった1980年製の浮世絵 T シャツ。これぞまさに、ヴィンテージナイキの最高峰と言っても過言ではないよね。みんなの持っているヴィンテージナイキには、どんなストーリーがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。